はい、こんにちは。今日はね、光爆式武装劉備やっていきたいと思います。前回に引き続いて攻防一体型の武装なんだけど、まあとにかく行ってみましょう。今回は前回の武装を分解して作っていくんだけど、その前に前回あえてやらなかったこと、普通にシンプルな武器で戦うってのをやっときましょうかね。で、とりあえず風車を相手にしてるんだけど、こんな風にビームを防ぐ盾とタングステン製の刃物があれば割と普通に戦えますね。浅瀬にある風車の場合だと落ちてきたビームが水に浮かんで狙いにくいんだけどこんにゃろ。で、これ盾もダメージを受けたりもしてるのと、あとこの世界では薄いものは貫通したりするので、ここも微妙に失敗してるんだけど、よし、まあとにかく風車を制圧できました。で、これで戦えるってことは大型の武器って一体何の意味があるのっていうと、完全にロマンですねまああとは実際に作りながらお話ししていきましょう。で、そもそもこういう白兵専用の武装がこの世界でいまいち意味がないのは、白兵戦を仕掛けてくる敵がいないってことに尽きるんだよね。例えば重たい剣でぶった切ってくる敵がいたりすると、さっきみたいな軽い盾は一撃で壊れるし、武器で受け止めても武器が壊れたりするかもしれないんだけど、そういう心配がないってな話ですね。で、今回のコンセプトとしては、前回の郵送では無理だったドローンとの戦闘が前提になるってのは必須として、どんな形にするか悩んでるところからお見せしてるわけなんだけど、二刀流も悪くはないんだけど、どうしよっかな。まあ形をどうするかは結構悩んだんだけど、こんな感じでどうか。ちょっと重すぎるかな。車輪をつけたら動かせるか。微妙な感じはあるんだけど、てこの原理で振り回せるのは面白いかもしんない。ちょっと振り回した結果で重量バランスを調整したり、車輪が目立つとかっこ悪いので隠したりしてるんだけど、とりあえずこれでどうか。今までの光爆式みたいな防具に武器がついたのと一味違って、武器に防具がついたみたいな形になってるんだけど、タオレンの武神 U2 ってそんな感じだったので、こういうスタイルもありでしょ。バランスを調整したのと、結局ベアリングホルスターを使うことにしたんだけど、車輪もひとまず保険でつけっぱなしにしてます。とりあえず試し切りで実践してみますか。少し先に新型ドローン基地があるんだけど、こいつ別の呼び方ないのかな。後から実装されたから新型って呼んでるんだけど、実装されたの2年以上前なんだよねまあそんな雑談をしつつも、なんとか武器として使える感じかな。あとは慣れでなんとかカバーできそうな気がする。あ、
一応ドローンを倒せるところまでは確認できたので、いよいよ前回手こずらせてくれた自爆ドローン、あいつを倒しに行ってみましょう。なんだかんだ言ってこいつは突っ込んでくるだけなので、うまく先端に当てれば、まあ武器はまだ普通に戦える状態だし、前回言ってた通り一発耐えれば OK で目的は果たしてるんだけど、なんとかぶん殴りたいんだよねあれ、今のはむしろ一遍受け流して直撃する速度を落とした上で爆発させてるのでベストと言っていいまであるんだけど、とりあえず一発食らわすちなみに自爆ドローンは倒した時も爆発するので、結果はほぼ変わらないことも分かってるんだけど、とにかく一発食らわすよっしゃ、これで自爆ドローンを倒しました。あとは基地の制圧ですね。ちなみにこの後ろの方についてる刃物は下に向けて地面の敵を倒しやすいように作ってたんだけど、そのこと完全に忘れてますねまあ若干グダグダしつつもドローン基地も無事制圧しました。レンガは破損する前提だったのでいいとして、今回は装甲が破損しても武器としては使えるように作ってあるので、まあ最終的にこんな感じですね。で、部品は作業場所から持ってくるとして普通に作り直しもできるんだけど、ここで特筆すべきポイントは、これほぼ同じ材料で作ってるので前回の竜装に組み替えることもできます。なので防御寄りに調整してる竜装と攻撃寄りに調整してる劉備を状況に応じて切り替えるってなことができるのがこの2つの武装の特性ですね。補足しとくと、本体に可動部品を使っているので設計図が材料として認識してくれないことがあるのが難点かな。こういう場合はいっそ可動部品を固定してしまうといいです。それはいいんだけど、実は今回ドローンスポナーが欲しかったのにノリで壊しちゃったんだよねあとこの劉備もさっきまではこれでかっこいいと思ってたんだけど、もうちょいかっこよくしたくなったので飾り付けを変えてもう一戦してみましょうか。はい、さっきのは竜の鱗をつけてるようなイメージだったんだけど、こんな感じで炎をイメージした飾り付けにしてみました。あと最終的に車輪はいらないっぽかったので余った部品で剣先がしなるような感じにしてみました。重量バランスもかなり見直したので振り回しやすくなりましたね。あとは設計図で使う用の電池と材料のレンガを持っていきます。この大きさでギリ片手で動かせるバランス。よし、では行ってみましょう。さっきより使いやすくなったのでこの大きさの割にはかなり動けてるんじゃないかな。おっと、ドローン2体を一
撃で倒したのはいいとして、可動部品が壊れちゃったんだよね。なんかヌンチャクみたいになっとるあちょーあちょーまあ何回試しても数回殴ると壊れるので、設計図で作り直しちゃいましょうかね。で、ドローンと戯れたりもしてるんだけど、ドローンスポナーが目的なので、ドローン5体を無力化させます。これ装甲に叩きつけてるんだけど、ビーム砲ならレンガで数回殴れば壊せますね。この後も若干戦ってたりもするんだけど、ひとまずまとめに入りましょうか。ということで、光爆式武装劉備やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。これね、変形武器のイメージでガシャーンってな感じで変形できるとかっこいいんだけど、世界のシステム上そういうことはできないんでねで、これ本当は完全に同じ材料で作ったつもりだったんだけど、なんでかな。ただもし完全に合わせてたとしても、設計図を使う用の電池を持ち歩く必要があるし、どのみち実用面では破損する部品の材料も持ち歩く必要もあるので、まあ誤差としていいでしょう。あと可動部品が壊れる件、これなんでベアリングのこのパーツが壊れるかわかんなくって、これこの後別パーツで保護しても壊れたので、もしかしたら重さでベアリングがねじ切れたりしてるのかもですね。ちなみにこの後途中ちょっかいを出した新型ドローン基地を劉備で破壊して、その戦闘後に組み替えた竜装で風車を破壊しました。前回風車が難易度が高い壊れ方をしたのもあって、問題点が目立つような感じになってたんだけど、ちゃんとうまいことビーム砲が地面に落ちてくれれば、しゃがみ込んだ状態で突進するだけで破壊できたりします。まあとにかく前回と今回でいっぱい戦って十分な資材が手に入ったし、まだ敵もいるとはいえ割と安全になったので、のんびり動ける乗り物でも作ってみようかな。ということで、次回は勝ち駒やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。